こんにちは、コロです。皆さんは今日は練習したくないなと思うとき、自分って意志が弱い、怠け者だなって責めたことはありませんか？実はこれって脳が正常にブレーキをかけているだけかもしれないんです。今日はその最新の科学から挫折しないための具体的なルールを自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。今年こそは走るぞとか勉強を習慣にしようって新年に誓ったのに気づけばもう三日坊主。これ誰にでもありますよね。ありますね。特にランニングみたいにちょっと気合が必要な目標って続けるのが本当に難しい。今回のこのお話ではその続かない根本的な原因が実はあなたの意志の弱さとか性格のせいじゃないかもしれないっていうちょっと目から鱗な話を掘り下げていこうと思います。まさに僕のことです。立派な練習計画を立てて最新のウェアも買ったのにちょっと雨が降っただけでまあ今日はいいかってなっちゃうんですよね。で、そんな自分が嫌になってなんて自分は意志が弱いんだって自己嫌悪に陥るこのループ。これってやっぱり結局は個人の根性の問題なんですかね。いえいえ、それがそうとは限らないんですよ。今回の元になっている記事の著者で、ご自身も市民ランナーであるコロさんははっきりとこう言ってるんです。やる気が出ないのは怠けじゃないと。その答えは私たちの脳にもともと備わっているある巧妙な仕組みにあるそうなんです。さて、ここからが今回の話の一番面白いところです。実は京都大学の研究でやる気ブレーキとでも呼べるような脳の回路の存在が明らかになったそうなんです。これが私たちのやりたいのにできないっていうジレンマを科学的に解き明かしてくれるんですよ。このやる気ブレーキっていうのは性格とか気合とかそういう話じゃなくて誰の脳にもいわば自己防衛システムみたいに最初から入ってるものなんですよね。脳がこれ大変そうだなとかめんどくさいなって感じた瞬間にもう自動でブレーキがかかって行動を止めようとするんです。だから走って健康になりたいっていうポジティブな意思はあるのになぜか体が重く感じてしまうという現象が起きるわけですね。よかった。なんかそれを聞くだけですごくほっとします。僕だけじゃなかったんだってめちゃくちゃ安心します。そうなんですよ。特にランニングではこのスライドにあるようにいきなりハードな練習を始めたり、今日は疲れてるけど義務だからって無理やり走ったりすると、脳がこれは心と体にとって危険信号だって判断して、もう強力な非常ブレーキをかけちゃうんです。では、このちょっと厄介なやる気ブレーキ、どうすれば踏まずに済むんでしょうか。その答えこそ、著者のコロさんがご自身のランニング経験から導き出した哲学、高いゴール、小さな一歩にあります。なるほど。いつかはフルマラソンを完走したいみたいなでっかい夢を持つのは素晴らしいことだけど、そのために今日やることはもう思わず笑っちゃうくらい簡単なことにすると、そういうことですね。まさにその通りです。この極限まで下げるっていうのが最大のポイントで、脳にこれだけ楽勝じゃんって思わせるんです。そうすることで脳は危険信号を出さずにやる気ブレーキが作動するのを巧みに回避できるというわけですね。この比較めちゃくちゃわかります。左側もう過去の僕そのものですもん。今日から毎日5キロ走るって決めて、初日は達成感あるんですけど、3日目にはもう苦痛になって脳が全力でブレーキをかける。でも右側はとりあえずランニングウェアに着替えるだけ。それなら確かにできるし、その小さなできたが次の日のじゃあ今日は玄関から出てみるかにつながっていくんですね。そうなんです。その小さな成功体験の積み重ねこそが脳をうまく乗せてやる気を育てていくたった一つの方法なんですよね。じゃあここからはこの哲学を著者のコロさんが実際にどう使ったのか、すごくリアルな体験談を見ていきましょうか。やっぱり実際に走っている人の言葉って重みが違いますからね。コーヒーですか？ランニングの話からちょっと意外な感じがしますけど。いや、これがですね、すごく密接に関係してるんですよ。コロさんは目標タイムを達成するために練習してたんですけど、どうも練習中に心拍数が上がりすぎちゃうと、原因を探ったら大好きなコーヒーの飲みすぎじゃないかと思い至ったそうなんです。
でも彼も何度も明日からコーヒーをやめるぞって決心しては、あのカフェイン切れのひどい頭痛にやられて、結局三日坊主っていうのを繰り返していたそうなんです。これもまさにやる気ブレーキの典型的な例ですよね。そしてこれが当時のコロさんが1日に飲んでいたコーヒーの量です。なんと40オンス。40オンスってどのくらいなんですか？日本の単位に直すと約 1.2 リットル。コーヒーカップで言うと、驚かないでくださいね。約5杯分だそうです。5杯。うわー、それはかなりの量ですね。コーヒー好きとしてこれを減らすのがどんだけ大変か、痛いほどわかります。たったの2オンス ?60ml ってほんの一口二口のレベルじゃないですか？こんな、地味な方法でいいんですか？これがいいんです。このメソッドの、なんていうか、天才的なところは、脳に今我慢しているとか、困難なことに挑戦しているって全く感じさせない点なんです。だからブレーキがかからない。自分を責めずに体に優しく寄り添うアプローチですよね。そして、このほんの数口だけ減らすっていう地味なステップを、でも辛抱強く続けた結果がこれなんです。40オンスから12オンスへ、カップ5杯が 1.5 杯くらいまで減りました。すごい！全然派手じゃないけれど、気づいたらとんでもない結果になっている。まさに地味も積もれば山となるですね。しかも、あの辛い頭痛を経験せずに達成できたっていうのが何より大きいですよね。いやー、この考え方、ランニングはもちろん、なんかもう人生のいろんなことに応用できそうですね。コロさんはこれを誰でも実践できるように、もっと具体的なルールみたいなのも提唱してるんですよね。はい。すごくシンプルなんですけど、だからこそ強力な、明日からすぐに使える2つのルールがあります。2つ目の、いつでも思い出せるルール。これめちゃくちゃ刺さりますね。アプリに記録しなきゃとか、ノートを見返さないとって思った瞬間に、もうそれ自体がハードルになっちゃってるんですよね。おっしゃる通りです。始めるための、心の摩擦を限りなくゼロに近づけるのが重要なんです。コロさんの場合も、いつもより一口少なく飲むくらい単純だったはずです。考えるまでもなく、無意識にできるレベルまで単純化する。そうして初めて、それは本当の習慣になるんです。そして最後に、ぜひこの考え方を心に留めておいてほしいんです。もし何かを続けられなかったとしても、それは決してあなたの意志が弱いからではありません。設定したハードルが高すぎますよっていう、あなたの体と脳からの貴重なフィードバック、つまりサインなんです。失敗じゃなくてサインか。そう考えると自分を責めていた気持ちがスーッと軽くなりますね。むしろ教えてくれてありがとうって思えるかもしれないです。まさに根性論で無理やり自分を追い込むんじゃなくて、自分の脳の仕組みをちゃんと理解して自分に合った正しい継続の方法を見つけ出すこと。それ自体が一つのスキルであり力になるんです。それがやがてフルマラソン完走みたいな、かつては想像もできなかった大きな力につながっていくんですね。いや、今回の話は変わりたいのに動けない、そんな自分を責めてしまいがちな全ての人にとってすごく温かいエールになりました。僕もまずはウェアの片方の袖に腕を通すだけとか、そんなくらい極限まで下げたハードルを一つ考えてみることから始めたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。次回、ガーミンで見る良いストレスと悪いストレスの関係についてお話しします。コロでした。また次の動画でお会いしましょう。